5月5日は子どもの日で端午の節句。5月5日の子どもの日は五節句の一つの端午の節句でもあります。家庭によってはいろいろ異なるでしょうが、家の中では鎧や兜、子ども大将といった5月人形を飾り、お庭やベランダには鯉のぼりを掲揚し、ちまきやおはぎを食べます。毎年何気なく迎える行事ですが、端午の節句はなぜ行われるようになったのか、どんな意味があるのかご案内します。端午の節句は中華の勝負を使った邪気払いの行事が起源とも言われます。それが日本の早乙女の神事という勝負を使った行事と結びつき広がりました。その後、勝負が同じ発音の武家社会の勝負に通じるとして、男児の成長を願う日へと変わり、長い時を経て昭和23年に男女問わず子どもたちの幸せを願う子どもの日となりました。五節句とは1月7日、七草がゆの人日の節句。3月3日、ひな祭りの漁師の節句。桃の節句とも。5月5日、子どもの日の端午の節句。7月7日、七夕祭りの七夕の節句。9月9日、菊の節句の重陽の節句、くんちともの5つの節目のことです。このように五節句には3月5日、5月5日のように奇数の重なる日が選ばれていますが、1月だけは1日の元旦を別格とし、7日の人日を五節句の中に取り入れています。端午の端、端ははじめという意味があり、馬、子は馬の日を意味します。つまり端午の意味はもともと5月最初の馬の日を表していて、これに馬の読みが数字の5に通じることから、奈良時代以降には5月5日が5月の節句イコール端午の節句へと変化していったとも言われています。節句はまたの名を勝負の節句と言います。節句は季節の節目に邪気を払い健康を祈る行事を行う日ですから、5月に森を迎える勝負を入れた湯に浸かることで無病息災を願いました。その強い香りで厄を払うとされていたため、軒に吊るしたりもしていたようです。また、勝負を勝負イコール武道、武勇を重んじることにかけ、5月節句が武家の間で盛んに祝われるようになりました。こうしてあやめの節句、端午の節句は跡継ぎとして生まれた男の子の成長を祈り、一族の繁栄を願う行事となりました。鎧や兜などの武具を梅雨入り前に虫干ししていた風習が5月人形と変化し、今の節句飾り、5月飾りとして定着したとも言われています。お部屋に飾る鎧や兜、子ども大将などのお人形全般をさつき人形と呼びます。昔の武士にとって鎧や兜は自分の身を守るための大切な道具であり、命を守ってくれる神聖なものと考えられていて、神社に鎧兜を奉納する風習もありました。そこから鎧兜を飾るイコール我が子の健
康を祈るという行為に発展し、今の節句行事に進化したとも考えられます。鯉のぼり一方、江戸時代、武家に男の子が生まれると玄関前に馬印やのぼりを立ててお祝いをしていたそうです。それはその後庶民の間でも広まっていきました。これが鯉のぼりの始まりと言われています。この鯉は、鯉が滝を登ると龍になるという中華文明を築いたミャオ族の伝承から来ており、子供の立身出世を願って描かれるようになりました。当時は黒鯉のみでしたが、その後時代とともに変化していき、今ではカラフルな鯉のぼりが主流となっています。形は変化しても、親が我が子を思う気持ちはいつの時代も変わらない。だからこそ今でもこの風習が続いているのだと思います。端午の節句のごちそう端午の節句には5月人形や鯉のぼりを飾る以外に、かしわ餅やちまきを食べる風習もあります。かしわ餅は、かしわの葉で小豆あんなどが入ったお餅を包んだものです。かしわの葉は、新芽が出てくるまで古い葉っぱが落ちないという特性から、古来より子孫繁栄の縁起物として考えられてきました。一方ちまきは、かや、ちがやという葉っぱでお餅を包んでいます。かや、ちがやは、難を避ける力があるとされ、魔除けとしても使われていて、名越の大払いの時に神社に設けられる、かや、ちの輪くぐりのかや、ちの輪もかや、ちがやで作られます。ミャオ族の子孫と思われるベトナム北部の少数民族の作るライスケーキは、製法も見た目も類似性があります。はてさて、私たち日本人の名はどうして、ミャオ字と書いてミョウジと読むのでしょうか。かしわ餅やちまき、どちらもお子様の健やかな成長を願うための意味合いが込められているお菓子です。両家の祖父母や親戚などを招いて、かしわ餅やちまきを食べながら5月5日を賑やかに過ごすのもいいですね。の子どもの日は、子どもの人格黄金時、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日です。以下は内閣府のホームページからの引用です。子どもの日は昭和23年の国民の祝日に関する法律の制定当初に定められた計9日の国民の祝日の一つであり、子どもの人格黄金時、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日とされています。祝日法の制定にあたって新たに子どもの日が設けられたことについて、成人の日とともに特に次の時代の人々に大きな期待をかけているからと説明されています。参議院文化委員会祭日の改正に関する調査報告書、昭和23年7月3日。また、子どもを主体とした日で、いわゆるリーガルホリデーとしては世界に例のないことであり、いかにも新しい日本の国にふさわしい祝日であるとして、審議の中で賛意が示されたことが報告されています。第2回国会参議院会議録第60号、昭和23年7月5日参議院本会議。子どもの日の日付については、子どもに関する風習としては3月3日のひな祭りと5月5日の端午の節句があり、これを合わせて5月3日とする案もありましたが、5月3日は憲法記念日とすることとなったため、季節の良い5月5日を取ることとされました。
子どもの日が5月5日とされた背景にはこうしたいきさつがあり、決して男の子だけを対象としたのではないと説明されています。参議院文化委員会祝祭日の改正に関する調査報告書。昭和23年7月3日、昭和23年の祝日法制定のいきさつについては、参考情報、本動画説明欄に URL 添付をご参照ください。5月5日の子どもの日から1週間は児童福祉週間とされています。この習慣は子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考えることを目的に定められたもので、児童福祉の理念の普及、啓発のための各種行事が行われています。詳細は厚生労働省ウェブサイトの関連ページ、本動画説明欄に URL 添付をご覧ください。世界の安定を望むには、まずは自分の国の安定から。国民の祝日にはみんなで国旗をあげたいものです。人と人、人と生き物、人と自然の絆を大切に守りたい。そのための知恵を自然、歴史文化、習慣から学びたい。そしてその知恵を皆さんと共有したいものです。ご視聴ありがとうございました。Thank you for the viewing.